地球の皆さんこんにちは。心を無にして眠っている領域にタップしたい。どうも、月くんです。今日はウルトラマンパワードの解説動画です。このチャンネルでは各シリーズごとにヒーロー解説、作品解説、怪獣ランキングといった動画を順次公開していってるんですけど、今回は1のヒーロー解説動画です。今話題のパワードダダについても解説していますので、ぜひ最後まで見ていってください。チャンネル登録をしてくれたらあなたもパーフェクトボディ。それではウルトラマンパワードの戦闘スタイルやこれまでの活躍、印象深い戦いや貯金残高などを解説していきます。ウルトラマンパワードは M78 星雲光の国の出身で、宇宙警備隊の隊員で活動時間は3分。初登場時の年齢は15000歳で、波数はちょっとわからないですけど、ウルトラマンエースと同い年ですね。M78 星雲の出身ですけど、守っていた地球は M78 ワールドの地球とは違う宇宙の地球であることが濃厚で、ウルトラマンマックスと同じような感じで、おそらくですけど M78 ワールドから派遣されて単身赴任みたいな感じでパワードの宇宙の地球の、しかもアメリカを守ってくれたウルトラマンです。外見はかなり特徴的で、目が青くて、しかもこの目切れると赤くなります。だから皆さんもやっべパワードを怒らせたかもって思ったら目を見て確認してください。目の他にもパワードスタビライザーという独自のヒレのようないい出汁が取れそうな部分があって、この部分を活用して気功術を応用して眠っている領域にタップして気力を高めて光線の威力を上げていると言われています。要はあるとやる気が出るヒレってことですね。出汁取れそうとか言ってごめんなさい。この気功術で気力が高まると、カラータイマーの周りにあるみなぎりメーターというメーターが溜まっていくシステムになっています。だから皆さんもしウルトラマンパワードに出会った時は、このみなぎりメーターを見ればその日のパワードのやる気が分かりますので、何かお願い事がある時はできるだけみなぎっている時にしましょう。性格は活躍まとめのコーナーで詳しく説明しますけど、真面目で優しくていいやつといった感じです。戦闘スタイルも相当特殊で、拳を作って殴るということは少なくて、基本は張り手や小手といった感じで相手を押して戦うというスタイルです。優しい性格込みで、戦闘スタイルもウルトラマンコスモスのルナモードに似ているかもしれません。必殺技はエナジーナックルとかパワードスラッシュとかいろいろあるんですけど、代表的なのはやっぱりメガスペシウム光線ですよね。設定上は普通のスペシウム光線の5倍の威力を誇るらしいです。十字に組んだ腕の全体から光線が発射されていて、光線自体が十字の形をしていて独特でめちゃめちゃかっこいいです。あと精神統一したい時や念力を使う時に合掌ポーズを取るのも非常に特徴的ですね。対怪獣特殊戦力チームウィナーの一員であるケンイチ・カイと一体化して戦います。このケンイチ・カイという青年はやっぱ体とかめっちゃ鍛えてるんで、マジでパーフェクト。ここからはウルトラマンパワードのこれまでの活躍を時系列順に解説していきます。ウルトラマンパワードはもともとバルタン星人を追って地球にやってきます。ここもウルトラマンコスモスと同じですね。秘宝ベムラーさんリメイクされず。バルタン星人は数々の星を侵略して宇宙で暴れ回っていたみたいで、その次のターゲットが地球で、それを追ってウルトラマンパワードはこの宇宙まで単身赴任してきました。この時地球人が衛星を使ってバルタン星人の宇宙船に攻撃を仕掛けようとしていて、パワードはその衛星をぶっ壊します。これには理由があって、もしその時攻撃してしまっていたらバルタンたちが地球に一斉攻撃を仕掛けると踏んで、やむを得ずそうしたと後々ケンイチ・カイに説明しています。そしてそのまま地球に落下して体に居候させてくれる地球人が来ないかじっと待ちます。そこにまんまと調査をしに来たウィナーの隊員であるケンイチ・カイをとりあえず異空間、今でいうインナースペースのような空間に引きずり込んで事情を説明します。この時の事情を説明するパワードは真面目というか律儀な性格が出ていて、M78 星雲からバルタンを追ってきたこととか衛星を爆破した理由とかちゃんと説明した後に、とにかくもう時間がないから体を貸してくれと、じゃないとこの星で活動は厳しいから頼むってめっちゃお願いするんですけど、その時に決して心の中に立ち入ったりはしないと訴えかけるわけです。多分その気になれば無理やり体を借りることもできたでしょうし、時間がなくて焦っていたはずなのにそんな約束ができるのは人格者の証拠ですよね。めっちゃいいやつです。
しかもその後無事バルタン星人を一旦追い払うことに成功した後に、しばらく地球にいなきゃいけないんだけどもう少しいちゃダメかなってもう一度改めて話を通そうとする真面目っぷりです。でもそのタイミングがケンイチ・カイがジュリー・ヤング隊員という半端なく美人な隊員の介抱をしている時に話しかけていて、若干 KY です。このタイミングですよ。もう少し待とうよ。この時のケンイチ・カイの粋な返答にも注目です。とにもかくにもこうして2人で地球を守ることになって、いろんな敵と様々な戦いを繰り広げることになるんですけど、その中からラスボス以外で2つ印象的な戦いを紹介したいと思います。本編を見てほしいですので、話数が少ない中あんまりやりすぎるとネタバレになってしまうので、今回は2つのみの紹介となっています。1つ目は7話灼熱の復讐でのパワード・ザンブラーとの戦い。詳しくはパワードの最強怪獣ランキングの動画を出した時に詳しく解説したいんですけど、このパワード・ザンブラーめっちゃ強いんですよ。ミサイルを撃ってもそのミサイルがザンブラーに着弾する前に熱すぎて蒸発してしまうぐらいあっちあちなんですよ。パワードも苦戦してメガスペシウム光線も効きません。これどうやって倒すんだろう、無理じゃねって思って見てたら、パワードが急に腕を組んで考え事しだすんですよ。最初見た時どうしたどうしたってなったんですけど、その後なんとパワードが拝み出すんですよ。これどういうことか説明しますと、このパワードザンブラーは原種のザンブラーと一緒で人間に切れて出てきてるんですよ。そもそもだから悪いやつじゃないし、そもそも倒すのはどうなんだって優しいパワードが思ったのか、拝んでテレパシーでザンブラーと対話しだしたんですよ。すごくないですか？本当に印象に残るシーンで、この後どうなったかはぜひ本編をご覧ください。2つ目は8話怪獣経路でのパワード・ダダとの戦い。まあ戦いというよりかはこの回全体が非常に印象に残りました。パワードに出てきたダダは初代のような宇宙人ではなくて、性格の悪いでも天才の人間が作ったコンピューターウイルスみたいなもんです。非常にホラーチックな演出が数多くある回で、トラウマになっている人も少なからずいると思います。パソコンの中とかから現れて次々と人間を襲っていく貞子リスペクトムーブを見せます。そしてパワードとの戦いなんですけど、お互い遠距離攻撃主体の超能力バトルのような展開になります。で、ダダが超能力でその辺にある車を浮かせてパワードにぶつけるんですけど、それ殴った方が強くね？案の定全然効いていなくて、パワードもみたいな感じになっていて、なかなかシュールです。最後のシーンまで見どころがある回でしたので、見れる手段がある方はぜひ見てほしいです。そんな感じでいろんな敵と戦って、最後の敵と戦う時はその前の戦いで負担をかけてしまったケンイチ・カイの体を気遣って一体化を解除してパワード一人で戦うなど、最後まで優しいウルトラマンでした。最終章の激闘の後、仲間に連れられて M78 星雲光の国に戻ったウルトラマンパワードは宇宙警備隊の任務に戻ります。ウルトラ銀河伝説ではあのウルトラマンベリアルと戦ってメガスペシウム光線を撃つんですけど、ウルトラウーマンベスを盾にされて結果的に仲間に対してぶち込んでしまいます。その後光の国が凍結された時に一緒に凍結されてしまうんですけど、ウルトラマンゼロたちの活躍によって無事復活しました。ただこの出来事はウルトラマンパワードの本編前の出来事で、次元移動が比較的簡単にできるようになってからウルトラマンパワードの地球へバルタンを追って行ったのではという考察もよくされています。時系列的にどっちが先かわからないですけど、映像作品が世に出た順番で紹介させていただきました。はい、そしてそのウルトラ銀河伝説とウルトラマンパワードの本編2つの出来事の後に、ウルトラマンタロウの指示で計76星で修行することになったウルトラマンリブットの修行相手をします。ウルトラマングレードと一緒に2人でリブットに修行をつけて、心を無にして眠っている領域にタップさせることに成功したパワードは、合格の証として光の槍スプレッターロッドをリブットに授けました。そしてそのまま3人で惑星ミカリトへ向かって、豪絶細胞に侵食されながら囚われの身となっているウルトラマンマックスを助けに向かいます。そしてヘルベルスを倒してゾフィーに敬意を報告していました。さらっと言ってますけど、グレードとパワードが新しい映像作品で見れてめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、ウルトラマンパワード解説でした。
ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。本当は作品解説も一つの動画にねじ込もうと思ったんですけど、尺的に無理だったので諦めました。この動画がそれなりに再生されたら作品解説動画もやろうと思います。やりてー。ウルトラマンパワードというヒーローがまずかっこよくて、話数的にも13話と少なくて、しかも出てくる怪獣もメジャーどころが多いですので非常におすすめです。それではまた次の動画で。さよなら。